どうも、てるんです。本日なんですけども、天ぷら。もうまた天ぷらかって思われたかもしれないんですけど、今回も天ぷらです。もうね、僕天ぷらが大好きなんですよ。料理の勉強しに行こうかなっていう時は、大体お寿司屋さんか、鉄板焼き屋さんか、天ぷら。この3つから大体選ぶんですけど、それくらいね、天ぷらが好きなんです。で、そんな感じで、いつも通り天ぷら屋さんにね、お料理の勉強というか、ご飯をいただきに行ったんですけど、その時に出会った食材がまあうまくて、それを皆さんにお伝えしたい。今回はそんな動画です。一応その食材がこちらですね。もう時期はね、外して、だいたい冬場にね、旬を迎えるゆり根ですね。ただこれ普通のゆり根じゃないの。じゃあこのゆり根が一体どんなゆり根なのよと言いますと、それは本編で、ぜひこの子の名前だけでも覚えて帰ってください。とはいえね、今ちょうど撮影日的には3月に入ってるんですけど、この冬と春が入り乱れる最高の時期なんですよ。ですので、せっかくの天ぷらですので、はい、春野菜。もう毎年恒例のやつですね。というわけで早速、本日も作っていきましょう。では作っていきますよ。本日は天ぷらということで、いきなり具材の準備ではなくて、やっぱり天ぷらには天つゆと、あと今回お蕎麦屋さんでちょっと粋な一品というか粋な一杯があるので、そちらを作ってまいりたい。ですので、毎度のことながらお出汁取りからです。で、今回はいつもの昆布とカツオのシンプルな和風の合わせだしではなくて、こちらがアジの煮干しですね。で、こちら一般的には多分頭をもいで、ここのお腹の部分を外して、こちらの中の黒いのが全部内臓なんですけど、この内臓とか頭、つまりエラの部分、そういうところから苦味が出るので、こういうところを全部外して、で、この内臓がない状態にしてから、この身を裂いて、よりお出汁が出やすいように。こういう感じで。で、使っていくのがまあ普通なのかなと思うんですけど、ですが今回はこちらの内臓も、あと頭も一緒に加えちゃいます。で、今回一応入っている昆布とアジの煮干し、こちらの量がお水1リットルにつき、昆布が 10g でアジも 10g か。で、今回なんで頭と内臓も全部入れてるかというと、綺麗なお出汁、つまり頭と内臓を取った状態で取るお出汁って、お吸い物とかのその炊事に使う用のお出汁やと思ってて、ですので、苦味だったりとか、あと渋みというか、チクチクしたもの、あれが出ないように、すっきり取るのが炊事用のお出汁。で、炊事って大体、生理食塩水の 0.7% とか 0.8% くらいの塩分濃度で仕上げるので、そんなにお醤油も入らないじゃないですか。ちょぴっと香り付け程度じゃないですか。基本的には炊事で使うものはすっきりと癖がないような、濁らない、そういったお出汁を取ると思うんですけど、今回作っていくのは天つゆとか麺つゆ、そちらを作っていくので、もちろん塩分濃度も高いですし、お醤油もダバダバ加えます。そういったところでダバダバ加えるお醤油に負けないくらいのお出汁が欲しい。ですので結構お蕎麦屋さんとかおうどん屋さんだと、すっきり癖のないお出汁というよりかは、こういう風にいりこもをわさっと入れちゃうし、なんだったらこの後鰹節加えますけど、鰹節もグラグラさせないようにゆっくり煮出すと思いきやバカバカ沸かしながら鰹節加えたり、なんかそういったお店が多いような印象を持ってます。僕もそのタイプです。えぐみ雑味が欲しい。今回は一応そういうコンセプトで合わせております。っていうか片口イワシの煮干しのちっちゃいやつだと、もう頭とか内臓をもいでたら日が暮れますもんね。楽に考えられるから僕はこっちが好きです。ちなみに今回の昆布はいつものラウス昆布です。とにかくパンチの強い黄色いお出汁が出るのがラウスですね。で昆布を購入するとき、これは好みですけど、僕はこういう場所より、わかります？この先端のこの丸くなってて、ここら辺ってめっちゃ分厚いんですよ。すごい分厚いので、こっちの方が濃い出汁が取れると思ってます。てか多分取れると思う。ですので、もし選べるんなら、こういう分厚いしっかりとした昆布、こちらを選ぶといいかなと思います。よし、今からこちらを火にかけて雑味を出していきます。ちなみにこちらは3時間くらいしかまだ置いてないんですけど、一応お水の中で3時間水出しをやってます。では着火。で、まずいつも通り強火で、今の冷たい10度ぐらいの状態から60度ぐらいまで、ここまで一気に上げてきます。
でいつものごとく1時間煮出しやっていこうと思うんですけど、今回一応こし割りが 2.5 リッターくらいを想定してるんですけど、今こちらのお鍋の中にはそれ以上のお水が入ってます。まあ煮詰まるやろうぐらいの感覚で。で今回アジの煮干しを使ってるんですけど、一般的なカタクチイワシのいりこ、あちらのいりこと比べるとアジの方がどちらかというと癖が少なくて、ちょっとすっきりめなお出汁のような気がします。でも香ばしさはしっかりと出るので、最近僕アジの煮干しにハマってます。もうぐんぐん上がって50度を超えてきましたね。そしたら火加減を最弱にして、もう蓋もせず僕はこのまんまコトコト1時間。でこちらの煮出す温度帯なんですけど、今これでだいたい55度ぐらいからだんだんと上がっていって70度キープっていう感じで僕のお出汁は取るんですけど、理由としては最弱の火にすると70度キープになるから楽だからです。よし、ではこの間に今回春野菜の天ぷらですので、春野菜の香りも大事にしたいということで、今回お塩も用意します。お塩は今回2種類ですね。まずは普通の藻塩、塩分だけってなったらこういったクッキングソルトみたいな精製塩になってくるんですけど、それとは違って海水の成分とかがね結構多いので、海藻の香りを感じるような、ちょっと甘みを感じるような、甘みというか旨みを感じるようなお塩ですね。で藻塩このままですとちょっと粒子が大きいので、当然このまんまでも大丈夫ではあるんですけど、ちょっとすり鉢で当たってあげた方が粒子が細かくなって、より天ぷらにこうひっつきやすくなると思うので、今回はちょっと当たります。こちらがビフォーの、こちらがアフター。こうやって見比べてもらうと、粒ちっちゃくなってるなっていうのが伝わると思います。ではまず普通のお塩が1種類。では続いて春らしいお塩。この当たったお塩3に対して1くらいのお抹茶。いっぱい入ればいっぱい入るだけお抹茶の香りは上がるんですけど、それと同時に苦味もくるので、僕はお塩3抹茶1くらいが好きです。またこれも合わせてあっという間に抹茶塩。じゃあ最後にすだち。これにて食わずセット完成。なんかほんと昔にこういう風にお料理の横にさっと添えるお塩のことを食わせとか習ったような気がするんですけど、お料理を食わせるためのお塩って見て食わせって習ったような気がするんですけど、ググっても全く出てこないんですよね。僕の記憶違いだったのかな。とりあえず今日は食わせという風に表現させてもらいます。ということで1時間経過いたしましたので、昆布たち回収。でこちらの昆布とこの煮干し、ここね特にアジの煮干しなんですけど、甘辛く炊くとまあ美味しい。なんていうかね、噛みしめるおつまみみたいな感じで、そうこれがうまいんですよ。おいしい。じゃあ綺麗になったところで一度火を上げて、ちょっと昆布のぬるぬるだけ除去します。そしたらアクも綺麗になりましたので、あとは鰹節。今回僕はもうカツオだけでいこうと思ってます。ちょっと贅沢ですね。ただお蕎麦屋さんとかだと多分もっといろんなこの層というかレイヤーを作っていきたいって多分思われてるんだと思うんですけど、この鰹節以外に例えばソーダガツオとかを使ったソーダ節で、それからサバ節で、それからアジとか室アジとかああいった感じの混合節、ああいったものを複数パターンに加えてる印象があるんですけど、今回僕はちょっと贅沢に鰹節だけでいきます。厚削り節をだいたい 60g、 シャラ臭いから 80g。 加えて、今回雑味なんかも出していいので、しっかりと対流させながら20分いきます。で確実に煮詰まってくるので、その時は電気ケトルでお湯沸かして加えながらね、水量を加減します。ではここからはあとは返しを作るだけですね。ちょっと出汁いったり塩いったり返しいったり、なんかちょっとあっちゃこっちゃして申し訳ないんですけど、とりあえずこの返しを作っといて、これをお出汁で伸ばしておつゆにしたり天つゆにしたりする感じになるので、ちょっとパパッと合わせていきます。で比率は結構なんでしょう、お好みだと思うんですけど、結構ね見た感じ関東の黄金比でいうと濃口醤油みりん上白糖、これが5対1対1らしいです。
結構醤油入るんだなってイメージですけど、僕はもうちょっと甘みがあった方が好きなので、なおかつこんなにお醤油主張してもらっても困るので、濃い口と薄口を1対1で使いつつ、比率はとりあえず一旦11、0.5 で合わせてみます。ちょっと変更。お砂糖が 100gですので、薄口醤油 150cc、濃い口 150cc、本みりん 300cc、上白糖 100g。こんな感じです。そしたらこちらを火にかけて、でこの時アルコールを煮切ったりとかお砂糖を溶かすって意味もあると思うんですけど、この後沸かさないらしいですね。本当の返しって沸かすもんだと思ってました。ですので僕も今回ちょっと初めてですけど、だいたい85度ぐらいまで、そのくらいまで温度を上げたらもう火を止めて、でちょっと休ませるっていう方法で返しを作ろうと思います。なんか本当は1週間とか2週間寝かせるらしいんですけどね、さすがにそこまでの時間はないので。でも確かにそうか、寝かせてる間にアルコールも飛びますもんね、みりんのね。確かに多分今これが80いってないぐらいかな。でおそらくこのお醤油がうわっと出てくるこのタイミングぐらいが多分80度ぐらいだと思うので、この辺りで火を止めて、これでお砂糖も溶けて多分全体が馴染んだと思うので、これにて返しの完成。じゃああとは異物混入線ごと布巾かけて、このまま冷蔵庫で。よいしょ。ではお出汁も40分経ちましたのでこしてまいります。今回はリードペーパーで。普通はね、ブシって絞らないんですけどね、今日はおつゆなので、はい、これでえぐみあり激強だしの完成です。で今回かなり昆布とカツオを使ってるので、特にカツオと昆布って結構塩分決まるので、あとは煮干しもほぼほぼこの段階で多分もうお吸い物になってると思う。多分もう塩分濃度 1.2% ぐらいいってますね。強い。それではいよいよここから具材の準備に参ります。具材というかネタですね。で一応今回のメインはお野菜の方ですので、お肉部門というか動物性タンパク部門からは1種類だけ。はい、タッチ。もう終わりですね、白子もね。で今回のは北海道産とかその国産のものではなくて、アメリカ産の解凍です。ですので鮮度バッキバキの真っ白っていうよりかは、ちょっとこう黄色みがかってるというか、クリームっぽいというか、解凍だなっていう見た目はしてますけどね。でもこっちは置いといて、アメリカ産で解凍でこれだけひだが大きくてブリブリならもう合格点以上でしょと思って買ってきました。ですのでこちらはね、もう正直結構身も厚いというかしっかりしてるし、ちょっと雑に持ち上げてもビリビリっといかないくらいまでしっかりはしてるので大丈夫なんですけど、問題はこっちですよね。ちょっと溶けてるというか柔らかいので、普段こういう作り方はしないんですけど、こっちのしっかりした方ではなくて、こっちの柔らかい方は一度さっと湯がいて白子自体をカチッとさせますね。で僕はなんとなく一応臭み抜きのためのお酒で、正直もうほとんど意味はないというか、もう気持ちの問題だと思いますけど、白子と同じ生理食塩数ぐらいの 1% 弱だから 0.8% くらいのお塩、こちらを加えてから、別に白子に中まで火を入れたいわけでもなく、なおかつ白子を火通しすぎると中がパサパサになっちゃうので、沸騰しなくてもいいかなぐらいの温度帯で、はい、いってらっしゃい。てかちっちゃく分けてから湯がけばよかった。順番間違えました。ダルンダルンだったものがちょっとカチッとしましたね。多分これなら揚げ油にも耐えれると思う。でもこの中で一口サイズにハサミなんかで切り分けてあげて、いつも通りこちらのひだを切るんじゃなくて真ん中のこの筋、こちらをカットしてあげるといい感じに切れますのでね。じゃああとは清潔なタッパーにキッチンペーパー引いて、湯がいた白子を並べて、一般的な白子ポン酢の時も食べきれない場合はこうやって保存してあげるといいと思います。で人によっては多分この茹で加減でもう白子ポン酢でいただく方もいらっしゃれば、なんならもう生でいただく方もいらっしゃると思うんですけど、僕白子の生って結構抵抗感あって、これは解凍なのでアニサキスは多分もう大丈夫だと思うんですけど、それでも僕はやっぱ抵抗感あるので、僕だったら白子ポン酢だったらあと5秒から10秒ぐらい長く湯がきたいかなっていう感じです。
よし。でこちらの湯がかない方も食べやすいサイズ感にカットして、あとは揚げる時を待ちましょう。よいしょ。それでは大変長らくお待たせしました。本日のメイン食材の登場です。はい、色とりどりの野菜たち。一応メインとなってくるのが春野菜関係で、あとちょこっとオールシーズン楽しめるものもちょこっと入ってます。では今回ちょっとあまりにも品目が多いので、ちょっとご紹介がね長くなっちゃいますけど、一応今回の品目がまずは春野菜から。こちらから餃子ニンニク、ウド、アスパラガス、菜の花、シュクライ、タラの芽、そら豆、それから伸びる謎の油中の野菜、フキノトウ、秋豆、新じゃが。この辺が時期のお野菜たちですね。これね、油中これ何やったかな、このタイプのなんかブロッコリーとなんか菜の花掛け合わせましたみたいな、こういうお野菜結構いろんな種類あるんですよね。花コリーだったりとか、スティックセニョールだったりとか、なんかねいろいろあるんですけど、確かねカタカナの「あ」から始まるやつやった。ちょっと名前覚えてません。とりあえず細いブロッコリーです。でこの春野菜関係でちょっと言及するものがあるとすれば、こちらの餃子ニンニク、ウド、秋豆、新じゃが。この春野菜のシーズンにこの餃子ニンニクも一緒にやりたかったんですよね、これまでの春野菜の天ぷらのシリーズで。ただだいたいこういった春野菜たちが3月ぐらいにこう多く出回るのに対して、これまで餃子ニンニク5月とかだったんですよ。だからなかなかこうタイミングが合わないなと思っていたら、今年は3月に出てきましたね。なんでなんでしょう。でそれからウド、こちら1本でだいたい350円から450円くらい、ちょっと高いじゃないですか。ですのでちょっとお財布に優しくしようとか、ウドが出回らない夏とか秋とか冬とか、こういったシーズンにウドっぽい天ぷら食べたいなと思った時、僕は大根、僕はこちらを天ぷらにすることが多いです。当然のことながらウドが持っているウド独特の香りっていうのは大根にはないんですけど、でも揚げた時の食感すごく大根ウドに近いので、しかも大根ってグラムあたりの値段でいうとキャベツと同じぐらい安いので、あんまり天ぷらにする印象がない大根ですけど、個人的にはおすすめです。で続いての秋豆、こちら平ざやの俗に言う筋なしインゲンみたいなやつです。筋なしインゲンとはいえね、こう筋は取るんですけどね、この後ね、もうこのまんま煮物にしたり揚げ物にしたりして美味しいよっていうやつです。正直僕も初めて見ました。で今回の新じゃがなんですけど、こちら僕も初めて拝見したんですけど、壱岐黄金っていう長崎県の壱岐で作られてるお芋なんですって。なんかね色がすごく黄色いらしいですよ。インカの目覚めみたいで、説明見た感じ粉質なのでメークイン系ではなくて男爵系、ホクホクっとした感じの。で僕個人的には粘質よりも粉質のお野菜が好きだったりするので、結構今日楽しみにしてます。春野菜関係はそんなもんかな。で続いてオールシーズン楽しめる、もしくはちょっと季節違いの場違いくんたちのご紹介です。こちらからさつまいも、ムカゴ、赤ナス、千両ナスで、具体的にはさつまいもの中でも大分県の特産のカンタくんって言われるさつまいもですね。もうとにかく甘い、僕の大好きなさつまいもですね。で続いてがムカゴ、これら結構最近半年ぐらい前かなの動画でも出てきたんですけど、長芋とか自然薯とか大和芋とか、そういった山芋系のつるの葉っぱの付け根付近にポコッとできるコブみたいなもので、言うなれば長芋、山芋、自然薯、そういった植物の赤ちゃんですね。これを植えると長芋ができます。で時期的にはこの子たちは秋なんですけど、ちょっとたまたま見かけちゃったので乱入してきました。でそれから僕はナスの天ぷらが一番天ぷらで好きなので、ナス部門から赤ナスと千両ナスです。ではお野菜の紹介はこの辺で切り上げて、いよいよメイン食材の登場です。というかご紹介です。はい、こちら、そうです、ゆり根です。でちょっとね色が汚れているというか、こう茶色っぽいとこが増えてきてるのは、実際ゆり根って12月頃に出回るんですよ。でこちらも僕12月に購入したんですけど、そっから3ヶ月ですねちょっと保存してましたので、ちょっと色がね茶色っぽいとこが増えてきてますけども、12月の頃はほんと真っ白で綺麗なゆり根でした。
ただユリ根、僕もびっくりしたんですけど、こんな感じでおがくずの中にユリ根を入れて、でしっかりと封をして、でこの状態で野菜室に入れていれば3ヶ月持つんですね。まさかこんなに保存が効くとは思ってなかったです。ちょっと色味は悪くなっちゃいますけど、とはいえ全然ね、食べられるレベルですもんね。で一応比較でちょっと常温でこのおがくずに入れてたものもあるんですけど、その子たちは、はい、こんな感じで芽が出るんですね。調べたら全然これも食べられるらしいし、毒化してないので大丈夫らしいです。なんか調べたらこのユリ根を植えたら食用のユリがちゃんと咲くらしいですね。花がね、なんか僕が見たのは白じゃなくてオレンジ色っぽいユリの花が咲いてましたね。でこちらのユリ根、普通のユリ根ではないんですよ。こんだけユリ根ユリ根言っときながら、じゃあこのユリ根何なのよと申しますと、ブランド名を月光ユリ根と申します。こちらがですね、僕2024年いろんな美味しいものをいただきましたけど、2024年で一番感動した食材がこちらです。これ普通のユリ根と何が違うかというと、こちら糖度が18度とか20度とかあるんですよ。普通ユリ根ってね、一回湯がいたりとか、蒸したりとか揚げたり炒めたりっていうお野菜ですけど、これ食べていいのかわかんないですけど、こちら生でいただくとですね、青りんごとか牡蠣とか、もうそういったフルーツの味わいがするんですよ。すっごく甘いの。今ちょっと芽が出ちゃっているってことは、こっちに栄養持っていかれちゃって、ちょっとね、甘さが減ってるんですけど、12月に食べた時は、マジでフルーツでした。今でも十二分に甘いんですけどね。で、僕はもうこのね、月光ゆる根を皆さんにお伝えしたかったので、僕はもう満足でございます。本日もご視聴ありがとうございました。というのはもちろん冗談で、早速今回のお野菜たち、それぞれちょっと準備をしてまいります。ではまずはこちらの餃子ニンニクから。もう言わずと知れた北海道の美味しい餃子ニンニクですね。で、ニンニクって名前がついてるので、葉ニンニクぐらいがっつりとした香りなのかなっていうと、どちらかというと、香りはニラに近いと思います。結構辛みはピリッとくるんですけど、生ニンニクみたいに。ニラと違って、繊維が柔らかくて、生でも普通にボリボリいけちゃうぐらいの柔らかさ、そういった感じのお野菜です。でこちら餃子ニンニク、こちら処理後で、こちらがまだ処理してない方なんですけど、こちら1枚赤っぽいというか茶色っぽい1枚かぶさってるんですよね。でちょっと時間が経ってくると、だいたい今この包んでいるこの茶色っぽいとこがとろっと溶けてくるので、そういったやつは水で流しながらしごいてもらうとすぐつるんと剥けて、こういった感じになると思います。で新鮮なやつでもこの1枚を剥いてあげると、より香りが柔らかくなるというか、チクチクとんがったような香りじゃなくてまろやかになるんですって。僕個人的にはこの1枚があるからといって香りが強すぎるとかはないと思うんですけどね。でもなんかネットにはそう書いてました。剥いた方が見た目は綺麗かなとは思いますけど。で今回こちら天ぷらにしますけども、例えばおひたしとか、あとはニラ玉みたいな感じでこちらを刻んで卵と一緒に焼いてもらったりとか、もうほんと何でもござれっていうお野菜なんですけど、生でもいただけるので、もし余ったら余ったでめちゃくちゃ簡単に作るのであれば、こちら半分に切ってタッパーの中へ。で生のまんまの餃子ニンニクにめんつゆで記載通りの希釈をしてもらって、ちょうどいい塩分量にしてもらって漬け込んで、で一晩置くと結構味染みますので、もう生のまんまおひたしっぽくしてもらってもいいと思います。もちろん一回湯がいてからおひたしにする方法もありますけど、より簡単に作るならっていう感じです。で正直こちらは今回もう水洗いも終わって、ちょっと溶けちゃってるストッパのところとか全部きれいに掃除してるので、特にすることはないんですけど、もし気になる方はこの根っこのちょっと色が変わってるとこ、いや今回切ろうかな。正直普段全然切らないんですけど、今日はね皆さんに見ていただくので、この下のちょっと色が変わっているところをサクッと落としてあげて、これで準備完了なんですけども、こちらね1本でもちろん綺麗に上がるんですけど、なんていうかね、1本だと僕は物足りないんですよね。なんかしその天ぷらを食べてる時みたいな、僕は2本3本束ねて揚げたいっていう思いがありまして、もちろんこちらね2本でつまんでこのまんま天ぷら粉をつけてもらって揚げてもらってもね、くっつくことにはくっつくんですけど、より綺麗にするならばということで、こちらの買ってからちょっと時間が経って湿気ちゃった海苔、こちらを使って
2箇所ぐらい止めてあげればもうバッチリだと思います。では続いてウド。こちら栽培物のウドですけども、山に自生している山ウドとかの場合もっと茶色くてもっともっとアクも強いと思うんですけど、この栽培物のウドでも切ってから空気にさらしてるとどんどん茶色くなっていっちゃうんですよね。ですのでもう揚げる直前にカットしたいということがありまして、今この段階ですることとしては、これもう取っちゃってるんですけど、大体この辺くらいからもう1本こういうのがねひょこっと生えてて、であともう1本ぐらいこっちからひょこっと生えてたりするんですけど、今回ね色が悪かったので取っちゃいました、全部。でそれとこの色が変わっているこういうところ、ここも一旦きれいにしまして、とりあえずこれだけでこちらも揚げるまで何もしないので、はい、冷蔵庫で待機。では続いてタラの芽。表面の硬そうな袴取って、で下の硬いとこ外して、これで OK。 でタラの芽も結構アクあるので、この切ったこの断面から結構酸化して茶色くなってきやすいんですけど、さすがにここはちょっと前もって準備しておこうかなと思います。で今回僕はもうこれだけで準備終わらせましたけど、どうしてもタラの芽ってこの先端部分のこの若いところと根元のところ、こちら食感が違うので、こういう風に十字に切り込みを入れてあげるとよりね火は通りやすいと思います。ただこの根元のコリッとした食感はこれはこれで僕は好きなので、僕はいつもこのまんまで。じゃあ続いて伸びる。やっぱ春を代表する野草ですよね、伸びる。今回はちょっと贅沢にこの辺で一発落として、でこの部分もちょっとね色味が悪くなっちゃってるとこありますけど、こういうところはブチブチもぎって、でこの上のこの葉っぱは葉っぱでもちろんこちらも生で美味しくねいただけるんですけど、それこそさっと湯がいてぬたあえにしてもらったりとか、あと味わいとしてはネギとニラを足して2で割ったようなそういった風味がするので、もうもつ鍋に加えてもらってもいいですし、これでニラ玉作ってもらってもいいでしょうし、もう何でもござれっていう感じだと思います。でこちらの輪形の部分、こちらもうお尻のところ綺麗にカットしてもらってるので、もうこのまんまで良いとして、下処理としてはこの1枚をこうめくって中にねこう土が入っていないかどうかとかしたりするんですけど、今回もうみんな綺麗なので多分それしなくて良いかなと思います。ということでこの子に関してはさすがに火が通りやすいように半分ではなくて4方向にこういう感じで切り込み入れて、でこの小さいものたちに関しては1たちだけ続いて秋豆。インゲンとかスナップエンドウとかと同じく、こちらのちょんとしている部分をパキッと折った後に筋をツー。正直これもしなくていいかなっていうぐらい結構筋ね柔らかいんですけどね、一応。でこちら大きいのでこういった感じでカットしてもらってもいいかなと思うんですけど、こうすると中に衣が入ってなんか全体的に重たい印象になりそうなので、もう今日はもうこの1本で揚げてからカットっていう、そういった感じにしようと思います。そうしたら今回一番時間がかかるであろうそら豆。じゃまずは中の豆をはい全部出しちゃって、そら豆こういった感じで筋があるところがねこうありますので、そこに対してこの方向で力を加えるとこの筋のとこからねパキッと割れますのでね。でここからはそら豆のこの立派な皮、包んでる皮、こちらをね剥いていくんですけど、一応セオリー的にはそら豆こういう風にポコッと出ている部分がありますので、ここに包丁をサクッと入れてもらったら剥いて、ここを取っかかりにして剥くだけですね。これで美味しい状態。
ただこれを全部この手順でやろうとするとまあ大変だよねということであれば、今はこのぽっこりした下、ここに刃を入れましたけど、そうじゃなくて下のお尻、ここに刃をスッと入れて、でこれを塩茹でしていただくとよりねつるんと剥きやすいかなと思います。で特にそら豆はもう塩茹ででおつまみとしてはもう最高にうまいので、もうそれでもいいんですけど、僕はでも一度茹でちゃうとそら豆のね香りがちょっと抜けるような気がするので、僕はねいつもこうやって剥くんですけど、皆さんのお好みの方法で。で一応豆知識として、そら豆こうやってパッカンと割って開いて、するとね中にこういうふわっふわの綿が入ってるんですけど、こちらねスプーンでもフォークでも何でもいいので、こうやってこそげ取ってあげるとここ美味しくいただけるっていう、ふわふわシュクシュクっとした不思議な食感で甘みもあって、好きな方は結構好きかなと思います。じゃあお次が菜の花、変色してるとこだけ落として、はいおしまい。ここからは早いのでもう一気にいきますね。でこちらが油中の何かお野菜、結構繊維強いな、ですのでより揚げやすいように、ここに近い方はこれで OK、 こっちの軸の方半分に割っていいんじゃないかな、こんな感じで。それからつぼみ菜もしくは宿雷、まんま揚げると絶対火通りにくいので、今回のは結構立派なので、4分の1分割で。続いてアスパラで、今回のはかなり立派なので、この辺くらいから折れそうですね。硬いんだよね。でやらなくてもいいですけど、一応見栄え的に端っこだけ揃えて、はいこれで準備 OK。 続いておナス、いつものごとくガク取って、でこの辺はいつものごとく末広ナスにしちゃって、すいません急に風が強くなってきたので、皆さんのね動画の中で火気音がめっちゃ入ってると思いますけれども、皆さんの端末は正常ですので。でこちらの一番ぶっとい部分、これ本当皆さんのお好みでって話になるんですけど、簡単だけどちょっと変わった揚げ方として、皮剥いちゃう。これ加熱するとトロトロになる系のナス、例えばこういった赤ナスだったりとか、あと長ナス、そういったトロトロになる系のおナスとすごく相性がいいなと思うんですけど、おナスってこの皮にすごく香りがあるので、僕みたいにナスの香り大好き人間からすると、こういった感じで皮付きのままね揚げてもらった方が香りはすごく感じるんですけど、当然ナスの皮って長く煮てもしっかりと皮はねシコシコ食感が残るくらいしっかりとしているので、ここを外した方がトロットロになるんですよね。もうとにかくトロットロの食感が味わいたいよって方はこういった揚げ方もねいいかなと思います。よしこんな感じで OK。 じゃあ続いて千両ナス、やっぱ僕千両ナス好きだわ。で見栄え的にちょっと先っぽだけ落として、ちょっと3箇所くらい皮剥いて、これも剥いてる理由が、もう今回このまんま揚げようかなと思ってまして、でそれにあたってこのまんま揚げるとバンって爆発するのが怖いんですよね。なので今蒸気の逃げ道として皮を剥いてます。これでおナスの仕込み終了。じゃあと残っているのがこちらのお芋関係と、ゆりねさん、この子たちに関しては本当にお上手なプロの方たちっていうのはね、例えばこんなでっかいさつまいもの塊を2度揚げとかすることなく1度揚げで綺麗に揚げるんですよ。僕にはそんな技術はない。僕が揚げるとパサパサになるんですよね。ですので今回火の通りにくいこのさつまいも、それから新じゃが、あとゆりねとかね、ここら辺は一度蒸し上げてもう中まで火を通してから揚げようと思います。これであればまずパサパサにならないし、なおかつ中がね生ってこともなくなるので、
当然プロの方から見たらね笑われちゃうような手法ですけども、そういうね一流の天ぷらをお店に食べに行きましょう。じゃあさつまいもはこのくらいのサイズ感で。でお芋関係はこうカットするとこう表面からねじゅわっとこうでんぷんが出てくるのでしなくてもいいと思いますけど、僕は一度これお水でさっと洗い流したくなっちゃう。もうさっと水にくぐらしたらもうすぐ水切って、あとは水気を切ればはい蒸し器へゴー。続いてじゃがいも。でも新じゃがなのでこちらの皮も薄いのでこのまんまいこうと思うんですけど、やっぱりねこういった目ここはしっかりと取ってあげて、すごい本当になんか金色、すっごっゴールデンキウイみたいで、見てめっちゃジューシーなんですけど。じゃあこのじゃがいもたちは4分の1カットこのくらいにして、でお水にさっと通して表面のでんぷん洗い流しのざるに取りの蒸し器にセットで、今のさつまいもとじゃがいもが中にしっかりと火を通すためっていう感じだったんですけど、あとゆり根もこのムカゴだけはちょっと理由が違いまして、こちらの長芋みたいにシャッキシャキしてるので、もう前回の天ぷらの時と同じように食べやすいように竹串を刺してまとめてあげたいんですけど、このまま刺すとパキッと割れそうなんですよね。なので一度軽く蒸して火を通して割れないくらいまで柔らかくしようかなっていう心持ちです。じゃあ天ぷらなのでちょっと大きめのものだけよりすぐってはい蒸し器にセットで、この小さめの子たちはムカゴご飯にしてもらったりとか、もうお芋と思っていただければ何でも。じゃあ今回のメイン食材月光ゆるめ。じゃあまずささっとこのおがくずこちらをちょっと洗い流していきます。じゃあまず芽が出てる子たちはちょっと不格好なので芽は取ろうかな。で当然この芽もいただけるので、それこそ野菜炒めに加えてもらったりバター炒めにしていただいたり何でもできるかなと思います。で本来ゆり根ってこれを一枚一枚パキパキっと割っていって、この一枚一枚を例えば天ぷらにしたりとか茶碗蒸しに加えたりとか、あと綺麗に洗ってこれを一度蒸したりとか塩茹でしたりしてこれをこして使ったりするんですけど、どうせならもっと口いっぱいに頬張る幸せが欲しいということで、まず外っ端のこの大きいところね、ここはここでまずいただきます。で大体ゆり根ってこの剥いた内側のこの根っこの方にこういう土がついてるんですよね。これが出なくなるぐらいまでは一度剥いて、で土がついてるとこは一度水洗いということで洗いも終わってちょっと3つに分けてみました。こっち側が外側のでっかくて分厚い美味しいところで、真ん中がそこまで大きくもなく厚さもねだんだん薄くなってきたこのぐらいのやつで、最後がザ中心ですね。じゃあこちらの中心部分、この根っこの部分をギリギリを攻めるのではなくてちょっと残してあげる心持ちで、この辺りからはい落としてあげて、ちょっとこの色が変わってるとこだけほじっちゃおうかな。でこちら根っこギリギリまで攻めちゃうと、こちらの玉ねぎみたいにこう巻いてるのでこういう風にポロポロポロっと剥がれてきちゃうんですよね。ですのである程度根っこの部分残しながら剥いてます。剥くというか切ってます。そしたらこの真ん中の子たちははい蒸し器にセット。じゃ着火。あとは蒸気穴から蒸気が出てきたらゆり根は5分から10分、ムカゴも10分、さつまいもとじゃがいもは様子を見ながら。じゃあ最後一番外っ端の大きいところ、ちょっと汚れが気になるところ、こういったところだけすき取って、で最後こちらの真ん中ら辺のところ、ちょっとこちら動画でいただくかちょっと微妙なんですけど、もしお腹に余裕があればですねいただこうかなっていう感じなんですけど、この辺の小ぶりなのはもうこのまんまでよろしいとして、ちょっと微妙に大きすぎるかなっていうところは半分。ここに三つ葉2分の1束ぐらい、はい、葉のところはちょっと大きめにザクザクザクで、茎はまあこれもザクザクザクで、
あとお持ちの方は人参とか玉ねぎとかもう何でもぶち込んでいただいて、これでかき揚げにしましょう。もし僕の胃袋に余裕があれば。よいしょ。おいしい。ムカゴ OK。 さつまいもとじゃがいもはまだまだで、ゆり根バッチシ。こちら改めていってらっしゃい。あとはこのまま扱いやすくなるまでちょっと冷ましておきましょう。で、火が通った玉ねぎをご想像いただくと、なんとなくお分かりの通り、すごく剥けやすくなるので、ペリ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 、あまり乱暴に扱わない方がよろしいかなと思います。はい、20分経過。まずいきこがね、多分いけると思う。続いてカンタくん、いけると思う。そしたらこちらも一度取り上げて、これで準備完了。でこちらに関してはあんまり乾燥させたくもないので、さっきのゆり根もそうですけど、ふわっとラップかけてちょっと冷ましておきます。では最後、こちらのおつゆ、こちらを合わせていこうと思うんですけど、ちょっと今しがたなんとなく合わせてみた結果、もちろんこれ皆さんの好みがありますよ。好みがありますけど、僕の今日の体調だと、あったかいかけつゆだと返しが1に対してお出汁3でした。しっかり塩分も感じられて、おうどんすすってちょうどいいと思います。ただ冷たいかけつゆになってくると、例えばせいろそばとかざるそばとかこういった感じでいただくなら1対2とか、もうちょっと返しが多くないとちょっと物寂しいかなっていう感じします。で、今回の天つゆに関しては返し1に対して4ぐらい、このくらいが僕の好みでした。ただ僕自身が結構しょっぱい味付けだったりとか、あと甘い味付け好きだったりするので、まず基準としてだいたいこのくらいで合わせてみて、でちょっとしょっぱいなっていうことであればお出汁で伸ばしてください。で、今回結構甘みに作って正解でした。もう今食レポしていいかな。今しちゃおう。こちらのお出汁だけだと今回えぐみが出るように結構濃いく作ってるので、ベロの両脇にチクチクするようなえぐみだったりとか、ちょっと酸味に似たもんだったりとか、結構後味がね不快なんです、この子。濃すぎて。ただ返しが甘いので、この甘みが合わさった時にこの嫌なところをカバーしてくれますね。めちゃくちゃいい感じになります。まさしく僕好みのちょっと甘めのおつゆ。じゃあ天つゆを先にも合わせてしまいたいので、はい、返しが 100cc でお出汁が 400cc。 はい、天つゆ完成。それではここからいよいよだいぶごっちゃりとしておりますが、早速盛り付けてまいります。はい、これで春野菜の天ぷら2025の出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。春うららで、毎度のことながら今回も卓上で揚げながら揚げたてをいただきましょう。よし、まるばいただきます。しみるね。あとね、大変なのはこれからなので、まだ全然疲れてはないんですけどね。じゃあまず初手安定の、乾燥防止ラップ。じゃあ早速今回の主役のゆり根と、その前にどうしてもこの子だけはね、白子だけは先に揚げてしまいたいので、まずは白子から。で、今回の衣はいつも通りコツのいらない天ぷら粉、そちらを裏の表記通りしっかりと混ぜてます。で、今回卓上で揚げる関係上、もう打ち粉、こちらは省きます。ここで打ち粉なんかしたらもう粉塵爆発が起きますからね。ですので気持ち濃いめでいこうと思います。とろっとした天ぷら衣っていうのかな。で、一応今回の揚げ油がもういつもと同じく太白ごま油と太香ごま油、こちらを3対1で合わせたものですね。焙煎タイプの太香ごま油だけでももちろん美味しく上がるんですけど、当然ごま油の焙煎タイプなので2つ3つ食べたらもうお腹いっぱいっていうぐらいね、どうしてもくどくなっちゃうんでね、あくまで香り付け程度みたいな、そういうイメージです。で、一般的に天ぷらを揚げる温度の黄金帯としては、お野菜が170度、こういった魚介とかそういったタンパク系が180度で、穴子が190度とか200度とか、なんかそういった感じなので、今の温度的には
一回そこまでチャポンとついてうわっと上がってくる感じなので、160ちょっとぐらい。正直お野菜だったらもう揚げていいかなっていうレベルですね。でも白子はもうちょっと高い温度帯で一気にさっと火を通したいので、パサパサにならないようにですので、もうちょっとですね。よし、もういいのではなかろうか。入れ方は本当お好みいいですけど、静かに入れれば衣は分厚くなるし、激しく叩きつけるようにすれば衣は薄くカリッとした部分が多くなるし、本当お好みなんですけど、叩きつけるのはマジでこの辺一体油沼になりますんで、僕のおすすめはいつもの通り振る。で白子揚げ終わり。じゃあまずはそのままでもいいんですけど、今回せっかくねお出汁を取ってで返しも作ってでおつゆが作れるので、お出汁1に対して返し3を入れたあったかいおうどん用のおつゆ、俗に言うかけつゆ、こちらに白子の天ぷら浮かべまして、こちらが俗に言うお蕎麦屋さんでの抜きってやつですね。本来はエビ天とかあとかき揚げでされることが多いですけど、俗に言う天そばのそばを抜きましたっていうのが天抜き。これが鴨になってくると鴨抜きになったりしますね。でこの抜きって一応裏メニュー的な存在で、なんかよくいいお蕎麦屋さんとかに行くと、すいません抜きお願いできますか、頼めますかって注文して、まずはこちらの抜きと、酒を一杯いただいて、でその後にせいろをいただくっていうね、このおつな飲み方ね、大人って感じがする。いや絶対美味しいもんなこれ。まあそりゃうまいよねっていうお味です。やっぱ白子うまいわ。白子はね、お塩とかもっとお上品な天つゆの方がね、当然この白子の持っているこの甘い香りが引き立つんでしょうけど、なんかもうガキ大将みたいに強いわ。おいこら酒飲めよってなんか言ってくる感じ。うめえ。でも天つゆと違ってこのおつゆがあったかいのがいいですよね。ほんと冬場の時期とかもこれと熱燗で飲み始めたい。はい、抜き完食。で残り4つの白子はもじおとすだちを絞って、僕はあまり皮面を下に向けない派です。本日も異常なし。じゃあ続きまして、はい、うど。さっき扱ったうども冷蔵庫なんかあるんですけど、ちょっとね、より立派なうどが手に入りまして、はい、このサイズ感。じゃあ、穂先でしょ。で、節ごとに分けて、で、当然皆さん、皮剥かれる方は剥いてください。よし、では、いってらっしゃい。じゃあ、あとは天塩をひいたお皿に並べて、はい、うどの天ぷら完成。こちらの一番美味しい穂先の部分をもじおにちとつけて、めっちゃうまい。いやこれいいうどやわ。うどって山うど系の茶色いっていうか緑っぽいもっとこうワイルドな感じのうど
香りが強いけどその分アクというか癖も強いよっていうウドと、今回のこちらの真っ白いウドみたいに光を当てずに真っ白く育てたウド、こちらは香りとかは山ウドよりも劣るけどその分癖がないので、もう苦味だったりえぐみだったり、ああいった口の中イガイガするアク、あれがないのでめちゃくちゃ美味しい。山ウドは山ウドで美味しいですけど、美味しい。でもちょっと待ってね。やばい、これ噛み切れねえかもしれない。皆さん速報です。皮付き調理したこちらの中心部分、これ噛み切れる。さっきね全然噛み切れなかったんですよ。皮の厚いところは噛み切れないので、皆さん皮を剥くのが安牌です。でもやっぱり皮に香りがあるので、やっぱ香りがめっちゃいいですね。そういうことか。食べてて分かったのは根っこに近い方、こっちが噛み切れないんですね、皮がね。上に行けば上に行くほど噛み切れるっぽいですけど。やばい、このまんまだとマジで撮影終わらないので、ちょっと上げ気味でいきますね、テンポで。ちょっと尺バツ。続きまして、タラの芽伸びるアスパラムカゴで、ちょっとお皿に盛り付けようと思ったんですけど、もうちょっとこのバットのままいただきますね。こっちの方が早いなと思って。じゃあまずタラの芽。春の香りがする。確かタラの芽が山菜の王様でしたっけ。で、コシ油が女王だった気がしますけど、ほんと山菜の王様とはよう言ったもんで、本当に美味しいわ。香りはもちろんいいですし、この根元側のねコリッとした食感とね、なんていうか、このタラの芽をいただくと春だなーって感じしますよね。やっぱタラの芽はこの香りをね大事にしたいので、天つゆとかそういったものではなくて、やっぱお塩が合いますね。続いてが伸びる、この一番立派なところを、お塩ちょんちょんで。最高にうめえ。久々食べたけどやっぱ伸びるってうまいっすね。もうほんとあれ、ニラとラッキョウを混ぜて2で割った感じ。そしたらば、本当はカットしようと思っていたけども、そのまんま持ってきちゃったアスパラ。ほとばしる水分、ジュースですね、これはね。で、こちら、でっか、出た。こちら今回で一番でかいムカゴですね。これ食べ応えあるやろや。秋の香りがする。でもやっぱムカゴは美味しいわ。やっぱお芋系は口の水分を持っていくから必然的に飲む量が増えますね。体にいい。では続きまして、残りあと種類的には半分かな。こちらから餃子にんにく秋豆シュクライ、文字を振って、うめえ。やっぱ餃子にんにくうまいっすね。もうパッと見ね、なんか大葉の天ぷらみたいにこう食べ応えあんまりないかなっていう感じしますけど、食べた瞬間に分かるこのインパクト。今回束ねるのに海苔使ってますけど、これワンチャン餃子にんにくの香り損なうかなと思ってたんですよ。実際のところ海苔ごときじゃびくともじゃないですね。で、こっちが僕も初めていただく秋豆。
味わいはもうインゲン豆ですね。あっちの筋なしインゲンと比べると筋なしインゲンの方が香りは強いかな。ほんとお上品な香りのインゲン豆。インゲン豆っていうかインゲン。でこの時期一番手に入りやすい山菜かな。菜の花かシュクライですよね、手に入りやすいのはね。いろんなスーパーで売られてますもんね最近は。この根元はほっくりとして葉先はカリッと揚がってでちょっと感じるこの苦み、春って感じ。このほろ苦さがビールに合う。はい、では一回食没。次がですね、ようやくお腹が膨れますね。やっぱ春野菜の天ぷら並べるとすごい量になりますけど、実際いただくとやっぱしぼむので、特に葉っぱ関係とか。ということで次がこちら、フキノトウにイキコガネ、カンタ君で謎の油中の野菜菜の花。菜の花はまだいっぱい残ってます。じゃあこの辺でようやく天つゆ。じゃあ謎の油中の野菜、言うてももうほぼ花っこりでしたけどね、見た目はね。想像した通りの花っこり。香りなんかは本当にね、菜の花にブロッコリーが混ざったような香りで、繊維感が増えて、ブロッコリーの根元のコリコリ感みたいなね、あんなんが食感として加わってきて、安定の美味しさで菜の花。やっぱ菜の花が好き。てかやっぱこうやって食べ比べるとなんか結構花っこりって菜の花っぽいのかなと思ってたけど全然違うんですね。いやなんかもっと似てると思ったけどやっぱ菜の花は別格だ。でいきこがね、芋ですね。なんかそれ以上でもそれ以下でもない。どうしよう。多分きっとこれじゃがバターとかにしたらすごく美味しいお芋なんでしょうね。天ぷらにするとじゃがいもだなしか感じなくなっちゃった。どうしよう。でもやっぱ粉質らしくホックホクでメイクインとかあっちの捻出系にはないこの口の中でほろほっと崩れていくこの食感、やっぱこれは粉系ならではの唯一無二ですよね。とはいえ僕正直言うと僕じゃがいもってめったに買わないんですよ。なんでかっていうと口の中の水分を持っていく系の食材が僕あまり得意ではないから。だから肉じゃがなんかも僕自分で作らなかったりするんですけど、そんな僕ですけど美味しいなって今感じながらいただけてます。きっとそれはこのイキコガネが美味しいんでしょうね。で続いてカンタくん。優勝。今んとこ一番うまい。どうしよう、タラの芽超えちゃった。うまっ。やっぱさつまいも系はよく揚げに限りますね。さっきふかした時だとそんなに中はこう蜜化してないというか、ふかされたお芋だなって感じでしたけど、この油とかこの高温でしっかり火通すとこういう風に中がねとっともう甘いですよっていう感じに変わりますもんね。ただ僕は今回一度蒸して中まで火を通してから揚げるっていうちょっとね邪道というかチートを使いましたけど、これを生の状態から2度揚げなしで揚げるプロの方々は本当にすごいと思う。でお次がフキノトウ。苦いんだろうな。きた。苦いってもうこれがフキ。口に入った瞬間はフキのフキの香り、そこを超えた先にあるフキノトウならではのこの苦み。でもこれがいいですよね、フキノトウはね。フキが食べたくなってきた。
はい、というところで、なかなか皆さんに全貌をお見せしてませんでしたけども、残りが、ここにメインの、ゆり根があるのと、あと、おナスだけですね。じゃあまず、おナスからあげようかな。こちら綺麗に上がるかわかんないですけど、頭の悪い丸ごとナス。んで、ゆり根。で、ゆり根に関してはもう中まで火が通ってるので、衣がカリッとなれば OK。あ、で、こちらが皮を剥いたおナス。で、あとは普通のバラのゆり根。はい、一応これにて船盛りの分完売。先端に彩りというか盛り付けのためにゆり根置いてたんですけど、こちらまだ水で洗ってもないので、この子はまた今晩の僕のお夜食にします。じゃあおナスたちも揚げ終わりですね。はい、これにて全て揚げ終わり。じゃあラスト参りますか。でまず月光ゆり根をお塩で。甘い。さすが糖度18度って感じですね。ただこれは僕の調理法が悪い。以前いただいた時はほんとね、中がトロットロになってたんですよ。それこそ焼き芋みたいな感じで。なのでこちらも今回10分ぐらいかな、10分ぐらい蒸してで揚げるっていう手法を取りましたけど、この揚げ時間の方をもっと時間取ってよかったですね。もっと時間取って先ほどのカンタ君みたいにトロッとするくらいまでゆっくりじっくり油で火を通した方がよかったなって思ってます。そうすればもっとねっとりなるはず。とはいえもうこのままでももうほんとね、ゆり根ってなんだっけってなるぐらい本当に美味しい。で皮むきおナス。もはや綿ふわふわとろとろですね。やっぱベイナスとか、あとゼブラナスとか、あっち系の果肉しっかりとしててステーキにもってこいだよっていうおナスだとちょっと印象違いますけど、それこそこの赤ナスみたいに加熱した時のトロトロ感が売りですよっていうおナスはこれぴったりですね。ただ皮を剥く分おナスの香りはねあんまりしないんですけど、そういう時にはこちらのスイヒロナスをいただきましょう。はい、もう最高です。わあ、ご飯かき込みたい。で、はい、頭悪いやつ。これは中まで火が通るのか。火が通ってて中の水分もしっかりと残っててめちゃくちゃ美味しいんですけど、でも揚げるの危ないのでおすすめしないです。でもすごいですよ。天ぷら食べてるのになんかね、焼きナスを食べてる感覚になります。これなんでかわかんないですけど生姜醤油が欲しくなる。じゃあお次がバラのゆり根。甘い、うまい。でも甘くて美味しいですけど、これはあれだ、やっぱ中心部分はまとめて揚げた方、こっちの方が甘く感じますね。なんでだろう。なんか僕がいつも失敗するさつまいもの天ぷらに近いかも。ちょっとパサついて甘みを感じにくくなってる感じ。難しいな。僕にもっともっと経験値とかね、知識があればね、月光ゆり根をもっともっと美味しくねしてあげられたんですけど、いやでも甘くてうまいわ。ではもう残りあとわずかになりましたので、本日もラストスパート。
ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。春野菜の天ぷらと言いつつ、春の山菜でしょ、夏のお茄子、秋のムカゴ、冬のゆり根とただの白子ですからね。オールシーズンでしたね、今回はね。我ながらツッコミどころ満載の、春の山菜天ぷら祭りでしたけども、ちょっとね、心残りがあるんですよね。今、パッと下を見たら、はい、そら豆がここにおりました。もう油冷めちゃったんですよね。この子は僕の晩酌にします。今回なんていうか、行き当たりばったりな感じでやってみたんですけど、おかげさまでいろんな勉強がありましたね。うどの皮って揚げても食べれないんだなーっていうのとか、ゆり根って蒸してさっと揚げるっていう揚げ方じゃ本当の意味の甘さって引き出せないんですね。なんというか、今後につながるなんか糧というかね、なんかいろんなことが学べました。いやー、にしてもうまかったな、白子。っていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。